蓄積した泥汚れをジェットウォッシュ。まず最初にジェットウォッシュで泥汚れなどを洗い流していきました。こうやって洗い流してみるとね、思ったよりはひどくなかったなぁと、ひどいんですけどね、そんな状況を確認できると思います。左側が洗車後ですね。スタビリンクを外す。はい、次はですね、スタビリンクを外します。S2000 の純正のスタビリンクは六角レンチで共回りを防止するタイプでした。回り始めたナットが固着域に達すると突然重くなるという現象がありましてね、電動工具も使えず、ただひたすら一生懸命回しました。スタビライザーを外す。スタビライザーはブッシュのブラケット2箇所を外せばいいんですけれども、ボルトが固着していて、これは舐めるか折れるかどっちかだなと思ったので、作戦を変更してハンガーごと外しました。固着している時は無理せず焦らず慎重にやるように心がけています。ただボルトが折れてもドリルでリカバーできるところはインパクトでやっちゃいます。取れた。ブレーキキャリパーとローターを外す。まず最初にですね、ブレーキホースをダンパーとナックルから切り離しています。それからキャリパーですね。2本のボルトを緩めればキャリパーは外れました。キャリパーボルトも固着気味でしたので、最初の段階ではブレーカーバーを使って緩めました。今回はブレーキホースをつないだままなので、ちょうどいい高さのバケツを準備して、その上にキャリパーを置いておきました。ローターは3本のネジを外せば簡単に外れました。タイロットエンドをナックルから切り離す。まず最初に ABS ケーブルをアッパーアームから切り離していきます。このブラケットも見事にサビサビですね。次に ABS センサーをナックルから外そうとしたんですけれども、びくともしなかったので今回は諦めました。はい、そしてタイロットエンドのキャッスルナットからロックピンを外していますね。この段階でタイロットロックナットを緩めといた方がいいかなと思ったのでチャレンジはしたんですけれども、びくともしませんでした。ロックナットは諦めてボールジョイントを外す作業へ移っています。これはね、専用工具で比較的簡単に外すことができました。最後ね、ちょっと引っかかった部分を叩いて外しました。添え木もついでにこけました。ロアアームをナックルから切り離す。はい、まずスルメのようになったコッターピンを外しています。固着気味のキャッスルナットをブレーカーバーで動かしてラチェットで緩めていきました。キャッスルナットが外れたらボールジョイントを専用工具を使ってロアアームから切り離していきます。ちょっとビビりながらやってる感じがありますよね。アッパーアームをナックルから切り離す。はい、アッパーアームの手順もロアアームとほぼ一緒ですね。まずロックピンを外してからブレーカーバーでキャッスルナットを動かしました。一度動いてしまえば、あとはラチェットレンチか電動工具で緩めていけばいいと思います。初めて外すところは電動工具は使わない方がいいかなとは思っています。キャッスルナットが外れたら専用工具でボールジョイントをナックルから切り離す作業をしています。はい、できました。ナックルには ABS ケーブルがまだ接続されているので、ちょうどいい高さのバケツを準備してその上に置いておきました。ロアアームボールジョイント足を外す。ナックルの下の部分にある2本のボルトを外せばロアアームボールジョイント足をナックルから切り離すことができました。アッ
パーアームを外す。アッパーアームをフレームに固定している2本のボルトは特に固着もなくてですね、簡単にアッパーアームを外すことができました。コイルオーバーを外す。この作業ではとんでもない勘違いをしてしまったので、それを見ていきましょう。今外しているナットは実はストラットに溶接されているんですね。なのに固着だと勘違いして叩いてみたり、インパクトを使ったり、しまいにはインダクションヒーティングシステムを持ち出したりしてですね、なんと動かしてしまいました。機器としてストラットの上のボルトを緩めていますけれども、この時に気がつきました。まあこれぐらいはね、なんとかなるだろうということで、なんなら新しいコイルオーバーを入れればいいわけですしね。なんとかなるさとつぶやきながら作業を進めていきました。ロアームを外す。はい、まず最初にですね、キャンバーのアジャスティングボルトを六角レンチで押さえておきながらカムプレート側のナットを外していきました。ナットが外れたらアジャスティングボルトを抜き取ります。次にキャスター調整用のカムカラーのボルトを外していきました。ボルトを外すとカムカラー本体を引き抜くことができました。サブフレームに残っているカムナットを救出してからフリーになったロアアームをスライドさせていけばサブフレームから外すことができました。タイロットエンドを外す。はい、次はですね、先ほど固着して動かなかったタイロットロックナットですね。インダクションヒーターを使って加熱していくとナットが膨張して動くはずです。はい、動きました。外したタイロットエンドはまだ熱いので水で冷却しておきました。分解後の姿。インナーフェンダーとサブフレームの状況です。リフレッシュ作業が楽しみですね。今日外したパーツがこちらです。プッシュとボールジョイントは交換していきます。ロアアームボールジョイントブーツを外す。まず最初にブーツクリップを外していきます。今回初めてなのでね、もたもたしてますね。後で新品を入れますんでね、ここでしっかり練習していきたいと思います。注意しなければいけないことは、ピックツールでブーツに穴を開けないこと、それからクリップを引っ張りすぎて変形させないこと、この2点ですね。こうやって見てみると、なんと下手くそなことかという感じですね。ではブーツの中を見ていきましょう。さすがに長年使ってるだけあってグリスの汚れがえぐいですね。ロアアームボールジョイントを外す。では次にボールジョイントを外していきましょう。ボールジョイント本体を押すために直径を計測しています。シルバーのスリーブでボールジョイントを押し出して黒いスリーブで受け取る計画です。と思ったんですけれども、サービスツールのサイズに合いませんでした。今度は黒いスリーブを短いものに変えて再チャレンジです。思惑通りに 5mm が動きました。この後もいろいろと組み合わせを試行錯誤したんですけれども、なかなかうまくいきませんでした。最後の手段として直接ボールジョイントを押すことにしました。運よくボールジョイントは外れましたけれども、正しいやり方ではないので真似しないでくださいね。アッパーアームボールジョイントブーツを外す。今度は2回目のブーツクリップ外しに挑戦中です。これ極端にクリップを引き上げてしまうと、クリップが変形してしまって再利用できないような気がするんですよね。はい、外れました。ではブーツの中を確認してみましょう。今外れましたがどうでしょうか。アッパーアームボールジョイントを外す。ボールジョイントサービスツールの組み合わせが理解できていなくてですね、何度も試行錯誤したんですが、
結局またこのパターンに戻ってきてしまいました。サービスキットのサイズが合わなかったという結論です。とにかく諦めるわけにはいかないのでね、まず 5mm だけでも動かして、それからまた直接ボールジョイントを押す方法で外してしまいました。応急措置的なやり方なのでね、真似はしないでくださいね。アッパーアームブッシュを外す。ではブッシュを外す作業に進んでいきましょう。最初にブッシュの外径よりも大きい内径を持つスリーブを決定しました。次にブッシュを押し出す側のツールを選んで、このような形でセッティングしていきました。最初のステップではブッシュのゴムを押し込んでいく感じになりますね。ツールがブッシュの本体に到達すると、そこからブッシュ本体を向こう側へ押し出していきます。はい、無事にブッシュが外れました。16年間75,000マイル走行したブッシュですね。お疲れ様でしたということで、新しいブッシュに交換していく予定です。スタビリンクを外す。では次に固着したスタビリンクを外していきましょう。六角レンチを差し込んだのは共回りを防ぐためですね。それからサビを緩めるために金槌で叩いたりもしてみました。あとはスパナを辛抱強く叩いて動き始めるのを待ちました。はい、動き始めましたね。一旦六角レンチを抜いてラチェットスパナーを入れればよかったんですが、面倒なんで人間ラチェットでやりました。外してみて分かったんですけれども、このスタビリンクは純正ではないみたいですね。でもどこのだか分からないんで交換します。ロアアームキャンバーブッシュを外す。はい、ではロアアームのフロント側のブッシュを外していきたいと思います。これはすでに純正からパワーフレックス製のポリウレタンブッシュに交換されていました。走行距離は2万マイルぐらいだと思います。ウレタンブッシュのセンターの部分にカラーが入っていたので、それを抜き出しました。カラーが取れてしまえばブッシュの部分はね、手で剥がすことができます。ロアアームの他の2箇所のブッシュは純正のままで、つまり古いままでね、ここのブッシュだけポリウレタンに変える理由って何だったんだろうなって思いますね。謎ですが、今回は全交換していきます。ロアアームストラットブッシュを外す。はい、では次にロアアームとストラットをつなぐ部分のブッシュを外していきましょう。はい、まずブッシュの外径がわからないので、サビを落としていきました。計測ができてしまえば、落とし込み側のスリーブのサイズが決まって、押し込み側のツールのサイズも決まります。使用するツールのサイズが決まったら、正しい場所にセッティングしていきます。はい、では押し出しの状況を1倍速でお送りいたします。はい、外れました。外したブッシュの状態ですが、こんな感じですね。かなり劣化してるんじゃないかなと思います。ボロボロでした。ロアアームキャスターブッシュを外す。はい、最後ですけれども、ロアアームのリア側にあるキャスターブッシュを外していきましょう。このブッシュは今日の中では一番サイズが大きいブッシュになりますね。これまでの作業と同じように直径を測って、受け取り側のスリーブと押し出し側のスリーブのサイズを決めていきました。この作業で使っているヘッドレスボルトですけれども、しっかりグリスはしてあります。それなりに大きな力がかかる部分ですし、このスリーブの位置決めを間違ってしまうとね、ポキッと折れたりしますのでね。この手のツールにはまめにグリスを塗った方がいいと思います。それから今日の作業の中では初めてですけれども、押し込み側もスリーブを使っています。はい、では準備ができたので、インパクトレンチで締め上げていきます。
はい、無事にブッシュが取り出せました。ちなみにこのブッシュが無限性かもしれないので、ご存知でしたら教えてください。はい、ということで、ボールジョイントとブッシュを外す作業が完了いたしました。ちょっと休憩してからね、レストアの作業に進みたいと思います。ブレーキローターのリフレッシュ再塗装。はい、ではまずブレーキローターのリフレッシュ作業から始めていきたいと思います。トムさんはね、カートのメカニックを10年以上やってきたので、ディスクを見るとヤスリをかけたくなる癖があります。車のローターの塗装部分というのはね、必ず錆びてしまうものなので、機会がある時にはこのようにメンテしていくといいと思います。作業としては、もともと塗装されていた部分の防水処理と再塗装になります。マスキングができたら、まず最初にデニトロール RC800 で防水処理をしたら、ハイテンプ塗料でコーティングをしておきました。今回はね、ブラックのキャリパー用の塗料を使いました。どうでしょうか。ストラットのリフレッシュ再塗装。はい、次はストラットですね。泥やホコリの腐食がね、塗料表面まで達していたので、サンドペーパーで汚れを取っていきました。錆で塗装が浮いてしまっているようなところを重点的に削っておきました。作業が終わったらアイソプロピルアルコールで塗装の準備をしていきます。ストラットの防水にはデニトロール RC900 スプレー型の防水剤を使いました。メタルへの転換が完了したらホイールペイントでコーティングをしておきました。アッパーアーマーローアームの錆落とし。はい、では今日のメインであるアッパーアームとロアアームの防水処理の作業に入りました。これはアッパーアームですね。アッパーアームの表面に蓄積した錆びの量はかなりのものだったんですけれども、ドリルとワイヤーブラシだけでもここまで綺麗になりました。はい、次はロアアームですね。ロアアームの方はサイズも大きいですし、デザインも複雑なのでね、少し時間がかかりました。サンドブラストをお持ちの方はもちろんサンドブラストを使ってこういう作業をやってね、金属の地肌が出るところまできれいにすることができると思います。そういう場合はプライマーを塗って塗装を行うというような手順になっていくと思うんですけれども、例えば飛び石で塗装が剥げてそこからまた錆びてくると、それもまた虚しいということもありますんでね、今回は防水加工を試してみたいと思います。アッパーアーマーのローアームの防水加工。はい、この小さな部品はロアアームボールジョイントホルダーです。今塗っているのがデニトロール RC800 です。本当に少量ですね、小筆で伸ばしていくだけで OK です。塗り始めてすぐに色が変わっていると思いますが、この色の変化が錆が鉄に変わりましたよということらしいですね。続いて作業はアッパーアームですね。この時に塗った量が多すぎてですね、少し垂れてしまいました。シンナー系の塗料とは違うので、塗りすぎには注意しましょう。はい、今ちょうど2回目を塗っているところですけれども、表面の錆びを転換させてからもう一度塗ることでコーティング作用がある。これとても理解しやすいかなと個人的には思っています。結局錆はどこから来るかというと、鉄と水と酸素。逆に言うとこのサイクルをブロックしてしまえばいいわけですから。じゃあ錆びたものを上から塗料をベタベタ塗ってしまえばいいじゃないかっていうと、それもまたちょっとね、気持ちの悪い話なんで、この錆を鉄に転換しますよっていうプロセスは結構自分的にはしっくりくるかなと思って愛用しています。それからですね、RC800 を塗った後にさらにコーティング剤を塗ってもいいそうです。ただ今回は経過を見ていきたいと思うので RC802 回塗りで完了したいと思います。防水加工の後の様子。はい、今回予定していた防水加工の作業が終わりました。
マスキングを剥がす作業を見ながら出来栄えを確認してみてください。これはブラックで塗装したわけではないんですが、ちょうどいい塩梅の色になっているかなと思います。今後もね、頻繁に分解したり組み立てたりということをやる予定ですので、その過程でこの合成加工がどういうふうに変化していくのかっていうことをモニターしていきたいなと考えています。この方法はね、S2000 に限らずいろんな車の、特に旧車に近い車のメンテナンスという意味では共通だと思うので、何か少しでもね参考になればいいかなというふうに思います。特にねうまくいったことばっかりじゃなくて、失敗したよっていうことも含めて全てご報告していきたいなというふうに思っているので、チャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。以前 S2000 のリアパネルとリアのタイヤハウスの防水処理をした時の動画があるんですが、そのコメントにですね、デニトロールはベタベタしませんかというご質問がありました。RC800 と900についてはベタつきはないんじゃないかなと思います。4941というコーティング剤の方は弾力性のある仕上がりになりますが、ベタつき感はありません。ML というのはワックスですので、あれはベタついたままという感じですね。何か参考になればと思います。スタビライザーのサイト層。はい、ではもう少し作業を進めていきたいと思います。スタビライザーとそのブラケット、若干の錆がありましたので、これに関してはサンダーで錆を削り取っています。結構広い範囲で金属の地肌が出たので、プライマーを塗って艶消し黒で塗装いたしました。ナックル周辺の防水処理を行う。はい、次はナックルとスプラッシュガードですけれども、本格的なメンテナンスはベアリングの交換の時にやろうと思っていますので、今回は暫定的な防水処理作業になります。とりあえずね、これ以上の劣化を防ぐという意味での作業ですね。ちなみにこういう時でも汚れ落としとアルコール処理はやってあります。フレームの防水処理を行う。はい、では最後にボディとフレームの合成処理の作業をしていきましょう。はい、ここはフェンダーライナーを外した時に錆がひどくてびっくりした場所ですね。見た目がエグかったのでね、かなり心配していた場所なんですけれども、こうやってこすってみると簡単に綺麗になってしまいました。泥とね、ホコリ汚れはジェットウォッシュで流してあるので、錆が取れてしまえばあとは塗装をするだけです。はい、コーティングはですね、デニトロール491を使っています。サイドシルの内側と外側もこんな感じでね、防水加工をしてみました。どうでしょうか。はい、そして最後の最後はインナーフェンダーですね。フェンダーライナーに守られていない部分がこれだけあるんですけれども、ここをね、防水処理していきました。はい、あとサブフレームの塗り残しの部分も仕上げまして、最終的にはこんな感じで仕上がりました。ハードレース強化スタビリンクの装着。はい、ではロアアームにスタビリンクを取り付けていきましょう。取り付けるのはハードレースの強化スタビリンク6991になります。見るからになんかいい感じですよね。知らんけど。一応念のためにロックタイトを使っておきました。あとね、新品のボルトナットを締めるときは必ず手締めをするように心がけています。共回り防止構造はスパナ方式でした。
はい、今一旦規定トルクで締めていますけれども、実装してから試運転後、足締めをする必要がありますね。はい、という感じでスタビリンクの装着が完了しました。ロアームへポリブッシュ装着。はい、ではロアームですね。最初にフロント側のブッシュ、キャンバーブッシュをね、装着していきましょう。ポリブッシュはですね、石鹸水的なものを吹きつけることで簡単に装着することができました。ここは2つのブッシュを両側から挟み込むような感じになっています。カラーの装着はハンマーを使いました。はい、次はショックのブッシュですね。フラットとロアームの接続部分のブッシュになります。これもね、さっきと同じように2つのパーツを両側から差し込む形で装着しました。特にね、問題もなく簡単に装着することができました。カラーを差し込んで完了です。3つ目はキャスターブッシュですね。これは前の2つと形状が異なりますね。握力のある人は下から押し込むことができるんじゃないかなとは思うんですけれども、トムさんはね、あっさりとツールを使って装着することにいたしました。最後にカラーを差し込めばロアアームのレストアが完成です。アッパーアームへポリブッシュ装着。はい、次はアッパーアームにポリブッシュを取り付ける作業になります。はい、このパーツはですね、純正と同じように左右のデザインは一緒ですね。そして差し込む外側が大きい、そんな形になっています。取り付けの注意点としては、これがむしゃらに押し込むのではなくて、フレームに合わせてブッシュの差し込み具合を決める必要があります。はい、この時はすでにね、フレームに対してブッシュの位置決めを終わっています。で、位置決めが終わってからカラーを取り付けた方がいいですね。位置決めの作業をやっておかないと、実装の時に泣くことになりますね。アッパーアームへボールジョイントを装着。では次にアッパーアームへボールジョイントを取り付ける作業に進んでいきましょう。取り付けるのはハードレース UK で購入した OE スタイルのボールジョイントです。早い話、純正品と同じ規格で作られている品物ですよということでしょうね。はい、この商品にはですね、サークリップ、ブーツクリップ、コッターピン、キャッスルナットが含まれています。あとハードレースのロゴをあしらったバッジがついていますね。ブーツを外してボールジョイントの直径を計測していろいろ試行錯誤した結果、こんな感じでセッティングが決まりました。はい、これは黒いスリーブでボールジョイントを上から下に向かって押し込む作業です。ボールジョイントをまっすぐ下に押し込む必要があるので、最初はね、手で回して作業をしていきました。ある程度手で押し込むことができたら、次はスパナーを使って定位置まで押し込んでいきます。この時もまっすぐに入っているよねということを確認しながら作業を進めていきました。定位置まで押し込むとサークリップを装着する溝があるので、その溝に収まるようにサークリップを装着していきます。サークリップには表裏があるので気をつけましょう。次にね、ブーツの指定された場所にグリスを追加していきます。
S2000 のマニュアルによると、ブーツの膨らんだ部分にグリスを一周つけるような感じになっていました。はい、そして最後にブーツクリップの取り付けですね。今回はピッキングツールは使わずにですね、指で押し込んでいますね。はい、ということでアッパーアームのレストアも完成しました。ロアアーム用ボールジョイントの装着。はい、では最後にロアアームのボールジョイントの装着作業を行っていきましょう。ピックツールを使ってブーツクリップを外す作業にもだいぶ慣れてまいりました。ブーツを外してみたらブラック系のグリスがついていたので、劣化が分かりにくいということもあってね、カストロールのアンバー系のグリスに変更をしておきました。そして毎度のことながら試行錯誤のパズルの結果、こんな感じのセッティングが決まりましたね。そして今回はインパクトレンチを使って装着作業を行っております。はい、無事にね、ボールジョイントを取り付けることができましたので、サークリップの表裏を確認しながら取り付けていきます。この時奥までサークリップが入っていることが大事ですね。はい、そして最後にピックツールでブーツクリップを装着していきました。この時ピックツールのね、先端でブーツに傷をつけないように注意しながら慎重に作業を行って、ロアアームボールジョイントのレストア作業も完了しました。完成品の閲覧。タイロットのリフレッシュ。はい、まずタイロットですね。タイロットがサビサビのままではアライメント調整ができないので、タイロットエンドの位置決めをするためのロックナットが動くようにしていきました。ロックナットが緩んだ後にタイロットの溝を確認してみたら、サビで埋まっていたんですね。これではロックナットを動かすことができないので、ワイヤーブラシなどを使って地道にサビを溝から取り除いていきました。ということで、ようやく組み立て準備が整いましたので、フロントの各パーツの組み付け作業へ進んでいきたいと思います。ナックル周辺の準備。はい、まず最初に新しいロアアームボールジョイントですね。ナックルへ取り付けていきましょう。電動ラチェットは使わないんですかというご質問をいただくことがあるんですけれども、ネジ山を潰す可能性がありますよね。なので大事なところは必ず手締めをするようにしています。はい、OK ですね。トルク締めは最後にやっていきたいと思います。次に ABS センサーを固定するボルトを取り付けていきました。ここのボルトと ABS ケーブルのブラケット、これらも RC800 で防水処理をしておきました。ただね、この小さなステーを固定するボルトは腐食で折れてしまいましたので、ここはステンレス製に交換をしておきました。レストアの作業というのはね、安全性とコストと自分のエゴのバランスですよね。すべてを新しくするわけにはいきませんね。
ロアアームの装着。はい、皆さん覚えているでしょうか。ロアアームは最初はこんな状態だったんですよね。はい、そして今回のレストアの作業ではリーズナブルなコストで少しはアップグレードができたかなと、そしてまあまあの防水ができたかなと個人的には思っておりますが、いかがでしょうか。はい、そして組み付けですけれども、まず最初にアジャスティングボルトを固定していきます。これはロアアームのフロント側のキャンバーを調整するボルトですね。はい、そして次にカムプレートとセルフロックナットを取り付けていきます。今回アジャスティングボルトもカムプレートも磨き上げましたので気分がいいですね。でここにマーキングがありますけれども、これは分解前につけておいたキャンバーのポジションのマークですね。今回はとりあえず同じ位置で組み上げていきたいと思います。この時はですね、アジャスティングボルトが回らないようにスパナーで押さえながら締めていきますね。トルク締めは最後にまとめて 1G の状態を作って締めていきます。はい、次はキャスター側ですね。ロアアームのリア側のボルトです。最初にカムナットを定位置に差し込んで向きも揃えておきました。それからカムカラーとフランジボルトを揃えて定位置へ差し込んでいきます。カムカラーとフランジボルトの間にグリスが塗ってあったんですけれども、マニュアルにも書いてないので今回はグリスを塗らずに取り付けていきました。分解する前のキャスター設定はフルキャスターになっていましたので、今回も同じようにフルキャスターで取り付けていきました。今回の作業では新しいパフォーマンスポリブッシュをつけてボールジョイントも全て新品に交換しましたね。そして次回からリアの足回りのリフレッシュもしていきます。全部終わったらね、アライメントを取り直しますんで、それも動画にしていきたいと思っています。ストラットの装着。ストラットもね、最初はサビサビで大変でした。今回のレストアでね、当面は耐えられるだろうなと思えるレベルでは綺麗になったと思います。一通りのレストア作業が終われば KW のコイルオーバーを考えていきたいなと思っておりますが、どうなることやらですね。そしてストラットを取り付けるときに新しいポリブッシュのしっかり感が確認することができました。こういう穴合わせとかね、そういう作業は先輩オーナーの方々が出している動画を参考に作業を進めていきました。そういう意味ではとってもね、便利な時代になったなぁと思っております。あと溶接ナットをね回してしまう事件がありましたけれども、ワッシャーとロックタイトで今回は対応してあります。アッパームの装着。こびりついた泥が腐食した状態でしたけれどもね、表面の腐食を落として錆を削って防水処理をしてアッパーアームも復活したと思います。さらにボールジョイントも入れ替えました。そしてポリブッシュパフォーマンスバージョンを取り付けました。アップグレードパーツが豊富なことも分かりましたので、バランスを考えながら選択していきたいと思います。タイロットエンドの装着。次はタイロットエンドですね。今後頻繁に調整する場所ですから、くるくる回るようになってとっても嬉しいです。ボールジョイントとナックルの接続。はい、どんどん進んでいきましょう。ブレーキラインをくるっと回してボールジョイントでナックルとロアアームとアッパーアームを合体する作業をしていきましょう。あとタイロットのボールジョイントの接続もしていきます。まずアッパーアームのボールジョイントをナックルに、
ナックルのボールジョイントをロアアームにキャッスルナットで仮締めしました。そして同じようにタイロットのボールジョイントもナックルに仮止めしていきましょう。ここで ABS ケーブルをフレームとアッパーアームの指定の場所に固定しておきました。そしてブレーキラインをねじらないように注意しながらブレーキキャリパーの位置決めをしていきました。位置決めが完了したらキャリパーボルト2本で仮締めすれば接続作業は完了です。1G 締め。では 1G の状態で規定トルクで締めていく作業を解説なしでご覧ください。スタビライザーの装着。では最後に再塗装で綺麗になったスタビライザーとブラケットを取り付けていきましょう。あらかじめブラケットをハンガーに固定してそのハンガーをフレームに固定するという順番で作業を行いました。試運転を行ってから全て増し締めする必要があるそうです。ここまで長い作業でしたけれども、これでフロントの足回りの組み付け作業は完了です。フロント足回りレストアの結果、